間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。どうも。今日はね、ハリアーのガソリンモデル、2024年式グレード S に乗っています。で、この車で、平日朝の渋滞中に走ったら、燃費どれぐらいになるかというのをね、今から見ていきます。ちょうどね、ハリアーここに平均時速とかもね、出ますので、平均速度、始動後平均スピードと出ますので、今ちょっとね、エンジン1回切って再始動させて、それからスタートをします。で、なんでね、これやろうかなと思ったかというと、ハイブリッド車はね、渋滞の中は燃費良くて当然、もう何乗ってもね、渋滞中はハイブリッド、もう絶対的ですよね。で、逆にガソリンモデルは、渋滞中燃費落ちるわけなんですけれども、どれぐらいになるのか、興味津々です。自分も興味津々。で、あとね、このハリアーの場合ですと、ガソリンモデルとハイブリッドモデルの価格の差っていうのがね、結構今開いてるんですよね。前あったハイブリッドの一番安いグレードがなくなりまして、ガソリンの一番安いのが310万円。で、ハイブリッドの一番安いのが410万円となってますから、ここね、100万円ぐらい差があるんですよね。で、差が大きいから、さあ、通勤で使うけど、どっちにしようか、なんて方もね、いらっしゃるかなと思いまして、6時半から7時半。平日朝のその時間に走って、最初ね、比較的空いてるところを走って、で、渋滞の方に向かっていきますので、そういう使い方をした時にどれぐらいの燃費になるのかというのを、予想はね、自分は8キロ前後になると思うんですよね。じゃあ今ね、6時28分。で、オドメーターと、燃費計をリセットしましたので、この状態でね、走りに行ってきます。そんな感じで、一定途中でね、またいろいろ話していきたいなと思っています。で、行ってきまーす。今ね、20分ほど走っていきました。経過時間21分になっていまして、平均速度が23キロ。このくらいの状態で出ている燃費がですね、11.1 キロです。まだね、そんなに混んでないので、常識的な燃費というかね、こんな感じ。このくらいの感じで11キロですから、十分納得というかね、これぐらいしょうがないよね、と思えるようなね、燃費の数値です。で、ちょっと今からね、ちょくちょく映すたびに、メモしてきたことをね、いろいろありますので、このあたりね、一つずつ述べていこうかなと。話題だね。今日はちょっと今日は緩い感じでいって、最後の方ちょっとね、マニアックというかね、車の話にしていこうかなと。じゃあ最初はね、ちょっと緩い話から。自分ね、ADAS という運転支援系が装備されるようになってから、車通勤したことないんですね。車通勤で朝の渋滞とか走っていたのは、もっとその前の頃なので、これがね、現在どんな感じかというのがね、ちょっとわからないんですよね。で、これがどんな感じかというのが興味あります。例えば、これも運転支援系でセットしておくと、前の車についていって停止も自動です。で、こういう道走ってるとね、車線変更っていうのがもう絶対に必要なので、車線変更するのは、お互いに譲り合いというかね、全然悪いことではなくて、誰でも必要なことなので、それなりにね、譲り合ったりとか、いろいろしながら、車線変えて走っていくもんだと思うんですけれども、さあ、このね、運転支援が当たり前になって、みんな ADAS で走ってる、そんな時代に、これがどうなのかなと。今までより気を使うところが増えてるかもしれないし、発進から停止までの車間距離の詰め方とかね、そういうのも少し変わってきてるのかもしれない。このあたりがね、自分がすごいね、興味津々なところ。前の車吸いました。アクセルポーンとね。今、運転支援オンにしました。で、これね、今、これで時速8キロ、7、6。自動で止まってくれますね。60キロとかね、70キロ出ちゃうと、このハリアーね、ちょっとね、豪快にブレーキします。距離詰めていって、ぐーっとね、車間距離を詰める感じ。車間距離詰めていって、ぐっとね、最後ブレーキする感じ。こういうところが、普段運転してるね、ドライバーの感覚と同じような感じでしたら、全然違和感受けないでしょうし、逆に普段ね、ものすごくゆっくり早めにアクセルを離していって、滑らかに止まりたいって考えていると、ちょっとね、急に感じるかもしれないですね。朝こういう時のダッシュ難しいですよね。ちょっと今隣の車が行ったんで自分も行かなきゃと思ったら、後ろも来ましたね。後でね、これ述べたいのが、渋滞中大事な要素は、
アクセル、ブレーキ、ダッシュだと思うんですね。まあこの辺りねちょっと後になるんですけど、そう ADAS になってどうなったか、こういう時に車線変更とかもねなんか変化が出てきているのかもしれないと。でね、その話からつながるのがドアミラーの話です。ハリアーね、ドアミラーがね大きくてすごくね見やすいです。もうやっぱりね視覚を減らすとか、まあ適当に座っても、もしくはねちょっとドラポジがずれているとか、誰か別の人が運転した後にね乗って合わせてなくてもこれね困りにくいと思うんですよね。ちょっと後で写真挟めたら挟みますね。ハリアーのドアミラーすごく大きくて便利。まあもちろんねこれも一長一短あるのでメーカーの方にとってはね難しいところだと思うんですよね。このねミラーの大きさというのは全面投影面積というのに関係してきます。全面投影面積ってね車を前から見た時の面積の合計を指します。車の幅、高さ、それからこういうドアミラーとかねちょっとした出っ張りも含めて全部含めて車を真っ黒に塗った時の面積ですね。でこれがね燃費に効いてくるということなんですね。前から見て大きい車はやっぱりこう燃費も悪くなりやすい。で特にねこういう低速走行の時はこの全面投影面積の広い車は燃費が悪くなりやすいと。速度が上がってくるとね今度 CD 値っていういわゆる空気抵抗なんかが重要になってきて、でもまあ一般走行ね高速道路以外だとこの面積がねすごく重要と言われています。なのでこのドアミラーだけでもねもうほんと1ミリでもこう縮めたいと思うんですよね。1ミリでも削って燃費に貢献したい。でもひどくないと、大きくないと見にくいとか視覚ができやすい、渋滞中神経を使うなんてあるでしょうから、まあね難しいところなんでしょうけれども、このハリアーは運転しやすいようにできています。もちろんね横断歩道が目の前にあって歩行者とか見るときに大きいとね視覚になりやすいというのもあるんでしょうけれども、トータルで見たときに自分はやっぱり SUV に関しては高い位置に座りますからミラー大きい方がね見やすいんじゃないかなというのはね思っています。あとねその全面投影面積でいうのっていうとね、今目の前にアクアがしていたんですね。で天井がルーフがねちょっと車線変えるんでしょ。ルーフの形がねあれです、両端が出っ張っていて真ん中がへっこんでいた形状をしていました。ちょっとね今話していたので気になったんですけれども、こうしたところもね全面投影面積を減らすという考え方からじゃないのかなっていうのがね予想できます。じゃあちょっと目の前詰まり始めたので、でもまだ7時なんですよね。ここね7時半になると全く動かないポイントでして、でもちょっともう一項目いっちゃいますね。ちょっと箸休め的な簡単な話いきます。自分がもしね誰かにしたら聞きたい話、渋滞中何をしてるのっていう話をねしていきたいです。渋滞中ね意外とねぼーっとしてらんないんですよね。ダッシュしなきゃいけない時はダッシュしなきゃいけないし、あと滑らかに止まらなきゃいけない回数も多いですから、滑らかに止まらなきゃどうかっていうのはね人それぞれいろいろあるとしても、そんなにぼーっとしてられないのが渋滞中だと思うんですけれども、じゃあ渋滞中何をしてるかと、常に運転に気遣ったら疲れちゃいますからね。これから仕事に行って大事なことをしなきゃいけない。運転なんかそれと比べたらねもう安全だけ考えてればいいみたいなところなんですけれども、さあじゃあ何をしてるかと、これねこんなことしてるわよって、一日のためにこんな時間に使うようにしてるとか、ぼーっとしたいからね適当にしてる、音楽聴いてるとかね、何かあったら教えてください。自分はね渋滞の中走っていた頃はちょっとオーディオに凝っていたこともあってね、もうガチガチの自作オーディオでいろんなスピーカーのね音の出る調整とか音質の調整とか、そういうのをねものすごいパラメートの中からいじるような設定をしていたので、それ楽しんでましたね。あとはサブコンピューターっていうのでね、車のちょっといじってた頃は年長なんかをねいじったりするのが好きだったかな。ラジエーターのファンとかをね何度で回すとか、そういうのも含めて。ででもやっぱり音楽という方が多そうで、もしくは仕事のこと考えてる方も多いでしょうね。朝だとね。
あと何かあったら教えてください。ちなみにさっきね、ちょっと同僚に同じ質問したんですけれども、したら、俺は渋滞中ラジオを聞いてるよと。で、全部が全部ラジオのこと聞いてるわけではないけれども、半分は耳を傾けてるなんて言ってましたね。結構ね、彼も昔はね、オーディオを凝って、もうガチガチのね、うん百万かけたような車乗っていたんですけれども、そう、今はね、もうほんとベーシックにラジオ。人間これも年取るってやつですかね。ってちょっとね、笑ったところです。じゃあね、すいません。ちょっと一旦これでカメラ止めます。さあ、途中経過です。出だしからね、1時間10分は走ってきて、今7時42分です。でね、結構混んできました。最初流れ良かったんでね、ここ平均時速18キロになっていますけれども、この辺りはほとんど進んでないです、この辺ね。で、燃費計ここ見えるかな？ちょっとカメラマンさん、ここを拡大してみてもらえますか？ありがとう。ここね、直近10分で言うと、もうずっとね、平均燃費なんですね、これ。で、この線が5キロ。5キロをずっと割るような形になってますね。やっぱり混み合うとこうなるのかな。一応ね、今日走り出し1時間11分で21キロ走ってきました。で、その時の燃費は今10キロですね。すいません、戻してくれたんだっけ？ごめん。ちょっとね、じゃあカメラアングル元に戻しますね。で、今日はね、1時間10分で21キロ走ってきて、出てる燃費は10キロ。で、平均時速はね、今18キロが出ています。ただね、18キロで走ったうちの大部分はね、走れるところで稼いできた。よくあるのがね、お家出て最初飛ばしてピューンと行って、でもやっぱり市街地に近づくとね、混み合ってというパターンでね、今はそんな感じです。で、じゃあちょっとね、続きの話していきますね。ちょっとここからは少し車の話。まずね、渋滞中自分が大事だと思うのは、アクセルの滑らかさ、それからブレーキの滑らかさ、それからダッシュだと思うんですよね。で、ダッシュ。ダッシュというのはさっきからね、ちょっと何回かあったんですけれども、やっぱりね、車の速い遅いじゃないです。でも、躊躇なく踏める車っていうのがね、自分はすごく重宝します。大事に感じるところ。やっぱりね、車によって速い遅いありますけれども、いかに素早く踏めるかどうかっていうのかな。車が、そのね、唐突な加速でぐんと出ちゃうとか、前後が揺れてね、揺れる車、揺れが強い車って、一気に踏めないんですよね。これ、自分の癖で、挙動を滑らかに落ち着かせながらアクセルを踏んでいくっていう癖があるので、必要と思ってもね、全開に踏めないっていうのがね、ちょっと自分の癖であります。で、当然ね、車滑らかでスーッと涼しい顔して速度乗せる方が快適ですから、そういう踏み方ね、される方も多いんじゃないかなと思います。で、このハリアーはね、やっぱりね、車は大きいし、ゆったりしてますから、このね、ダッシュについては不足ないです。もう踏みたければね、必要な時にうんと踏めばいいだけっていうのがね、ありますね。これやっぱり一つ渋滞に強いところ。で、アクセルペダルの滑らかさに関して、これはね、ちょっと自分このハリアーのね、ガソリンモデル、迷うかなっていうところがあってね。ちょっとね、今日の車はオドメーター4000キロの2024年式なんですね。まだ新しい車なんですけれども、乗り始めね、少しアクセルに引っかかりがあるような感じでね、ツッと出ていくようなところをね、感じた時があります。感じてました。さあ、これが、ちょっとね、最初は気になって、ずっと乗ってたらね、もう気にならないんですけれども、そうですね、車が、に慣れちゃうっていうのかな。そんなね、すぐ慣れちゃうようなところで、でもレビューとしてはね、最初の乗り始めの30分ってものすごく重要です。自分の中の期待とか経験からどう感じるかっていう、そして体のセンサーもね、一番敏感な時。そこの時にね、ちょっと引っかかりを感じたというのはね、ありました。で、あとブレーキ。ブレーキはね、これもガソリンモデルで車大きいし、車はサスペンションよく動くんですけれども、じわーっとしてますんでね。そんなね、あんまり気にすることないっていうかね、すごく滑らかに乗りやすい。で、じゃあちょっとね、今日の本題的な部分で、アイドリングストップの手動停止っていうのはありなのか、なしなのかっていうのをね、話していきたいと思います。自分思うのは、5分ぐらい止まってたら、アイドリングストップついてない車でもね、手動で切っちゃっていいんじゃないかなと。昔、踏切でね、いつもこれって一回止まったら長いよっていうところを覚えていたので、その時はね、アイドリングストップね、手動でしていたこともあります。トヨタ車ね、最近アイドリングストップなくしてきて、で、ついてる車ね、他メーカーだとまだいっぱいありまして、どっちがいいんだろうというと、自分はなくてもいいかなと思うんですけれども、さあ、これが、
どうなのかなといったところでね、結論から言うと、いつも開かずの踏切みたいなところに行ったら、切ってもいいんじゃないかと。ただそうね、条件ありまして、自分乗っていた時は、外部の水温計というのをつけてました。冷却室の水温。それ見て、結構ね、エンジン切ると一気に上がっちゃうんで、まず AC をオンにして、ラジエーターとね、エアコンのラジエーターと車のラジエーターと並んでますから、そこのファンを全開で回して、下げた後にエンジン切るとかいうね、めんどくさい儀式してましたね。で、それからシステム的な、仕組み的な部分で言うと、もともとアイドリングストップがついてる車っていうのは、急速充電が行われる制御が入っていたりとか、あとね、バッテリー、12V のバッテリー自体が専用品になるということがあって、よくできています。あと、セルモーターだね。スターターのモーターも、多分ね、耐久性高いものが使われている。10万回とか20万回とかね、エンジンを始動できる力の耐久性のあるもの。そういったところもあってね、もともとアイドリングストップがついてない車で、手動でアイドリングストップさせちゃうのは、若干不安もあるんでね。あんまりやらない方がいいんじゃないかなっていうのがね、自分の持論です。それね、車を大事にするためとか、燃費伸ばすためにエンジン切って、でもその間結構不安じゃないですか？次かからなかったらどうしようとか、もしかしたら、もうここでね、渋滞ながら止まっちゃうかもしれないなんて不安感じているぐらいだったら、止まりますね。そういうの感じてるぐらいだったら、アイドリングストップしない方がいいんじゃないかと。本当ね、余計なことに頭を使うと大事なことを忘れちゃう。なので、仕事のためにとかね、自分の人生のためには、無駄な思考とか無駄な記憶をいかに省くということが、人間の中で一番大事なことというのはね、よく言われます。そんなところから考えてもね、無駄を省く、どうでもいいところはどうでもいいって割り切らないと、結局損しちゃうことが多いと思うので、アイドリングストップの手動オフはね、やめた方がいいんじゃないかなっていうのがね、あります。ただね、これね、今もう、最後、伸び良かったですけれども、その間ね、もうずーっとね、リッター5キロを割るような燃費になっていますよね、グラフ見ると。このスケールが15分なので、直近15分で見ると、ほとんどがね、リッター5キロを割るところの数値になっています。で、最後の2分だけリッター20キロを超える燃費になっていますから、どうでしょうね、ハリアーもこれで走っていたら5キロぐらいになっちゃうんでしょうかね。そこだけじゃないんでね、なんとか今も10キロぐらいキープしています。あとね、CVT の話かな。ダイレクトシフト CVT というタイプの CVT で、一足のところがね、ちょっと明確にね、ステップを踏むような段があったりなんかして、でそれがね、もうほんと一瞬で次の領域に変わっていくんですけれども、厳密に音を聞きながらとか、タコメーター見ながらとか、そんな感じでアクセル踏んでいくドライバーにとってはね、ちょっとタコメーターの動きがあれってなるかもしれないです。自分は同じ踏むにしてもゆっくり時間をかけて 10% とか 20% 踏むような時に、ちょっとここの動きが気になります。最初からね、グッと踏んじゃう分には関係ないんですけれどもね。これ車は静かで滑らかですから、逆にね、ふわふわって回転数が上下するところがちょっと気になっちゃうといったところでしょうかね。じゃあこれで、走り出してから1時間20分、8時近づいてきましたので、どっかコンビニとか泊まってね、集計したいなと思います。ということでね、今は、コンビニに泊まりました。また登場です。すいません。なんかね、今日ちょっと映すとこなかったら自分映そうと思ってね、そんな感じで来たんですけれども、一応ね、走ってきました。じゃあちょっとね、今日は手持ちカメラで映していきますね。まずね、今日走ってきたのがこれです。1時間26分走りまして、時間はね、今7時57分です。で、あとね、走ってきた距離は 24.4 キロほどです。大体だからこのままですね、平均速17キロ。そんなね、混むほどのね、速度じゃないです。めちゃくちゃ混むときはね、これより落ちますので、速度下がりますので、で、ちょっとね、もったいぶるわけではないんですけれども、この前カローラツーリングで渋滞中の燃費走りました。で、その時の燃費が、平均時速9キロで8キロだったんですね。1500cc のカローラツーリングで、平均時速9キロで燃費が8キロ台でした。
さあ、じゃあ今日のハリアーはどれぐらいだったということでね、ちょっとメインのメーターの方を映します。じゃーんとこんな感じでね、見えるかな。カメラ、ごめんなさい。今日ちょっとね、手持ちカメラで映ってるのかな。燃費が 9.7 キロが表示されています。どうでしょう。一応ね、なんかこう通勤の感覚をシミュレートしたつもりでしたけれども、出だしは流れが良くてだんだん混んでくるようなところを走って、でこのぐらい 9.7 キロという燃費です。この動画の後同じようなところを走り続けたら、8時半には8キロ台になりまして、9時に近づく頃にはもうほんと8キロとかに、ね、なっていきました。であとね、これね、これがさっきよく映したり読み上げた瞬間の燃費なんですけれども、こんな感じかな。これ1分刻みで出てきてね、混んでるところはもうほんとこの5キロより下をずっと映してました。で流れがいいところはね、ぐーんとみんな結構ペースよく走りますから、そんな感じで走って20キロぐらいのところがね少しあるみたいな感じでした。じゃあということでね、今日の燃費チェックは1時間半で 9.7 キロという結果になりました。すいません、できましたらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。